動画はディズニープラス限定配信中のアニメ X メン最新作、X メン97の内容に触れるネタバレありの動画となっています。本編鑑賞後の主張を強く推奨いたします。以上を踏まえてお楽しみください。97の3は来たわよ。シニスターマジでキモいな。死ね。シニスターのがっつり掘り下げありそうだね。シニスターの過去は旧作シーズン5でやってるよ。シニスターは元からキモいだろ。サイクロプスのストーカーだしな。シニスターのあのマントは何なんだよ。シニスターお前なんなんだよ。シニスターってあれ元人間なの？シニスターは人間でダビスタやってるからな。幻覚の内容がエグい。シニスターと聞いて真っ先に毛布が思い浮かんだが案の定怯えてた。シニスター本当に嫌悪感がすごい。いやー長年気になってた展開を作画の良いアニメで見れるのは良いですね。シニスターはキモいけど、令和最新アニメで見るシニスターはキモさもひとしおだったな。どうせまた出るだろうし。シニスターキモすぎ回だった。シニスター、昔からいるけど割と何を目的にしてるかわからんやつだった印象ある。死にたくない。あと自分の思い通りにしたいだな。根っからの小悪党。この2点においてエニグマってこれ以上なくシニスターだよな。超天才。クローン作るのが得意。マジックとコロッサスを掛け合わせて強ミュータントを生み出したり、ジーンのクローンに変な衣装を着せたりしてるぞ。言うなればミュータントブリーダー。最強のミュータントを作りたい遺伝子操作マニアだと思ってたけど違った。旧作で描かれたオリジンだと遺伝子改造の末に今の姿になったミュータントではない人って話だったな。自分を改造する過程で不老者を助けるふりして自宅に監禁し実験台にしたりしてエグゼビアの先祖にキレられてた。本名ナサニエル・エセックス。アポカリプスのエンドクレジットシーンでウェポン X の血持ち出したのが、エセックス社。あのローガンの世界でもやらかした。スピンオフ映画、ガンビット、でミスターシニスターを登場させる予定だったが監督の交代やフォックスの買収などで制作中止になったと X メンシリーズで監督や脚本、プロデューサーなども手がかりけたサイモン・キンバーグが語っている。若元ボイスがついてたら多少は面白みとかもあったんだろうが、字幕だと本当にシニスター邪悪だなって。今回は毛布のいたずらも控えめだったな。スパイラルに変身するの好き。毛布の怯えた顔を見てそういや旧作で絡んでたなーって。デカデカと M マークあるのダサい。あの未来に送られた可愛い赤ちゃんがケーブルになるのか。あんなになっちゃって、結局、治療できてないんよな。自ら治療を拒否するのは覚悟が決まりすぎてる。オリジナルジーンとは子供作らんのかな。旧作にもケーブル出てたよな。途中までしか見てなかったけど、旧作の時点ではケーブル息子って知らなかったのかな。オープニングから打ちまくってる。父さん、母さん、俺、立派になったよ。たくましくロブイコになったもんだ。強いけどウイルスがハンデになってるのかなケーブル。非常に強力なサイコキネシス持ってるけど、常に自分の病気の抑制に使ってる。なるほどおつらい。だから普段中ぶっ放してるのか。未来に行ったけど解決できなかったってこと？テクノウイルスを除去するのはアポカリプス自身にしかできず、体の半分のサイボーグ化で病状を止めるしかなかった。3話見たけど内容ギッチギチに詰まってるな。マデリーン周りのは1話で終わらせてケーブルの仕込みまで感動的にやっちゃった。先週ケーブルとか未来つながりで未来から来た人員なのかと思ってた。ケーブルつながりなのは合ってたけど。ケーブルがクローンとの子供だとは思わなかったが、原作でもシニスターの差し金なんだろうか。そうだよ。その話すっかり抜け落ちてたからびっくりしたわ。ジーンとサイクロップスの子供って聞くととんでもないミュータントになりそう。理論上は最強のミュータントですよ。なあ XMAN。強いけどウイルスがハンデになってるのかなケーブル。ジーンのクローンと子供作ったとかどういうこったよ。って長年思ってたが今回でやっと理解した。スコットとジーンの遺伝子混ぜ混ぜグッフ。本当に気持ち悪いよ。ローガンは良い年こえてジーンを諦めきれないのは普通にキモいと思う。ローガンもクローンに行かずオリジナル一筋なのが泣ける。すぐにスコットが、って去っていくジーンだけど。ローガンがシュン、とするのキモい可愛い。X メンの恋愛ただれすぎ。ローガンいつまでジーンのこと引きずってんだよ。って思ったけど旧作から1年後なんだっけ。ジーン同士すぐ和解できてよかったで洗脳されてただけだが、これが昔だったらかなり引っ張りそう。でも2話ぐらいかけてやった方が若いシーンはもっと良くなった気はするよ。ゴブリンクイーンちょっとデカパイすぎやしないか？スパイダーマン以外でゴブリンって名前つくヴィランいるのか。ゴブリンクイーンがマグニートを圧倒してたのがすごかった。マグニートは味方になるとなんか頼りなくなるんだよな。
ページオブアポカリプスで名前もないような雑魚のナイフが刺さって大怪我してたのはさすがに同様。味方になると弱体化はよくある現象だが相手がジーンだからね。原作だとジーンの能力プラス魔界のパワーというチートキャラだからな。このアニメ版はどうなのか知らんが。今回も戦闘シーンの作がすごかったな。ステンドグラスが砕け散って鉄格子が襲いかかるシーンとかかっこよすぎ。教授が去った。マグニートがリーダーだった。ミノルは妻はクローンだった。息子は未来に送らなきゃならない。サイクかわいそう。弟は何度も悪い奴に洗脳される。死んだと思ってた親父は生きてたけどいい年して宇宙海賊で若い宇宙人女と付き合ってた。サイクロップスもすごい混乱しただろうな。自分が今まで過ごしてきて子供まで作った相手がクローンとか、嫁がクローンとかミュータントの人権はどうなってんだよ。ミュータントに人権なんてないのはマーベル世界の常識だし、ただの髪型が派手なお姉さんになったストームも能力が元に戻りそうでよかったぜ。やさぐれててチンピラみたいになって悲しいよ。